校の入学式が今日ありましてね、はい、そのお祝いで回転寿司はいかがでしょうかという。週末とかも行くって方もたくさんいらっしゃるそんですかね。うですよね。その回転寿司1000件以上のインターネットの口コミをもとにですね、はい、北海道で人気の回転寿司ランキングが発表されています。はい、まず3位が回転寿司パサール、こちらすすきのにあるお店ですね。はい、そして2位はおなじみの方も多いかと思いますが、回転寿司トリトン。そして1位がですね、激戦区の札幌でもなく港町でもないんです。調査してきました。人気なのでなかなか入れないです。美味しいですよ。札幌より美味しいかもしれないですね。もはや回転寿司を超えたそのクオリティ。激戦区札幌にはない道内各地の知られざるご当地回転寿司。地元で愛される人気の秘密に迫ります。うちはもう立ち上げからこれだけは絶対曲げないという形で、シャリとネタの一体感を生み出す職人のこだわり。油の旨味がすっごいです。今水産業界で注目されている北海道の大自然が育んだ極上の味覚、その正体とは。さらに回転寿司の話ですか。そうなんです。今回は水中から空の彼方まで徹底取材。ご当地愛され回転寿司シリーズ第1弾はこちらからです。今口コミを見てみたんですが、回転寿司とは思えない。他にはネタの厚さがすごい、名店すぎる。これどこ見て喋ってこれは楽しみですね。その噂のお店がですね、北海道のほぼ真ん中、海のない町富良野市なんです。意外ですね。はい、富良野といえばテレビドラマ北の国からですよね。冬の間閉鎖されていたロケ地の見学が今度の日曜日から再開されます。こちらも北の国からの舞台となったニングルテラス。森の中に点在するお店ではさまざまなお土産が売られています。海外の観光客にも人気のスポットです。そして1000人以上を対象にしたインターネットの口コミ調査で北海道で人気の回転寿司第1位に輝いたお店とは。さあ、その回転寿司にやってきました。早速入っていきましょう。お邪魔します。お、メニューがたくさん並んでますね。よし、こんにちは。お、すごいにぎわい。まだ平日のお昼12時前なんですけれど、このにぎわいです。週末には開店前から行列ができることもあるという知られざる名店。来年で創業30年、富良野市の回転寿司トピカルです。なんとテレビ初登場なんです。お寿司は回っていません。注文用紙で頼むので握りたてがいただけます。私は大好物の光り物から光り物好き好きなんです。はいどうぞ。レーンをまたいでいただきました。わあ、ツヤツヤしてますよ。そしてこの分厚さですよ。肉厚ですね。食べるの楽しみです。では、いただきます。本当にネタの大きさがわかりますね。お酢の甘みが優しいです。そしてこれ肉厚なので食感がいいですね。ありがとうございます。こちらはバチマグロ。口コミ通りのこの身の厚さ伝わりますよね。メニューはですね、一皿154円からあるんですけれど、こちらは厚みもお値段も最上級です。この日のおすすめ、オホーツク産の生ホタテ858円です。私人生でいただいたホタテの中で1位2位を争うぐらいの美味しさでした。それが富良野の回転寿司で。そうなんですよ。普段もやっぱり厚さにはこだわってらっしゃるんですか？肉厚なのは、肉厚なんで、はい、食べ応えは全然あると思います。さて、回転寿司トピカル、その美味しさの秘密を探ります。
朝8時半、全道各地からえりすぐりの食材が届けられます。鮮度に社長こだわっているので、なるべくいいものを入れております。今は物流が発達しているので、海のない町富良野といえども全道、そして全国から鮮度のいい食材が届けられます。こちらは道南で採れた今が旬のヤリイカ。仕込みも本当に丁寧なんです。表面に細かい切れ込みを入れます。鮮度がいいイカは身が張っているのでお醤油を弾いてしまうんですよね。ただこのひと手間を加えることでお醤油が絡みやすく、旨味が出やすくなるんです。お次はあっけしさんの生牡蠣。すごい、生牡蠣の軍艦。寿司って珍しいですよね。418円だ。もうまさに海のミルク、濃厚でクリーミーな味わいです。そして熟練の職人さんが丁寧に握るシャリも大きなポイントです。今はもう時代が機械化になってるんですけども、うちはもう立ち上げからこの形のスタイルで、これだけは絶対曲げないという形で。ロボットが握ったシャリを使うお店もある中で、こちらは違います。ご飯の炊き上げから酢飯作りまで30年間伝統的な製法を守り続けているんです。お米が一粒一粒立っていて、甘みと酸味の絶妙なバランス。口の中に入れるとほろりと崩れます。そんなこだわりのシャリで握られた珍しいネタがあったんですが、こちら何だと思いますか？これだけね。白身ですか？こちらはむかわ町のししゃもの握りです。シャモの寿司。ししゃししゃもです。はい。ししゃもの握りって回転寿司、普通のお寿司屋さんでも見ないけど。そうですね。僕も長年いますけど、ししゃもの握り出したのは今年初めてですね。今年からなんですか？はいむかわ町ならわかるけどね。そうなんですよね。近年むかわ町では資源を回復させるためにししゃも漁を見送っているんです。こちらは冷凍とはいえかなりの貴重品。脂のりと上品な甘み、初体験の味わいでした。富良野で唯一の回転寿司ということもあって、連日大にぎわいです。ご出身どちらですか？富良野市です。お、一つ一つちゃんと握ってることですかね。あとネタの分厚さがすごい。他のところより全然分厚くて美味しいです。本当にどちらからいらっしゃったんですか？上富良野です。上富良野から、お隣から。はい。美味しいですよ。うん。どちらからいらっしゃったんですか？札幌市ですね。僕富良野なんですよ。地元の。地元で。地元です。札幌より美味しいかもしれないですね。こちらは地元の高校でバスケットボール部の先輩と後輩、太っ腹な先輩がたくさんご馳走していました。あ、そうなの。そんな先輩になりたい。そして奈良県から来たという親子、お母さんが北の国からの大ファンで、こちらのお店にも10回以上来ているということなんです。そしてせっかく富良野に来たということで、回転寿司番外編、富良野の観光ネタです。体験できるんだ。北海道の絶景を空中散歩。富良野で人気のアクティビティ、モーターパラグライダーです。ベテランのインストラクターさんが操縦してくれるので、特別な技術は必要ありません。ご覧ください。足元を隔てるものが一切ないんです。風の状態がいいと高さ400メートルまで上昇します。気分はまさに鳥人間です。天気でも恵まれてよかったですね。そうなんです。雲がなければ十勝岳ですとか大雪山系の山々が通常ではありえない目線から一望できちゃいます。空が近いね、なんか。そうなんですよ。さらにもっとスリルを味わいたければこんなこともできます。スパイラルやってみましょうか。あ、スパイラル行きます。スパイラル。はい。おー、回りますよ。
これはディレクター一回話をしようこれは。ちょっと私うるさかったですが、福永さん、いかがでしょうか。私はね、ちょっと高いところが苦手なもんですから大回転はちょっといいですけど、普通に飛ぶだけだったらいいかなと。結構風を切るのも気持ちよかったです。さあ突然ですがここでクエスチョン。大雪山の雪解け水で育てられた回転寿司トピカルにある今話題の寿司ネタとは何でしょうか。10秒でお答えください。どこでクイズ出してんだろう。降りてからでもよかったんじゃないですか。そう話題がそう回転寿司の話題。なんだっけ寿司話題の寿司ネタ。はい、雪解け水で育てられた。雪解け水で。ヒント、油のりがいいです。油のりが。みんな油のり。何？わかんない。さあ正解は網がこう動いてるのがすでにわかりますね。では参りますよ。正解はお願いします。あ、すごい水がお息がいい。さあ正解はトラウトサーモン、その名も大雪サーモンでした。村雨さん大正解です、うっすらとピンク色に光り輝くトラウトサーモンニジマスなんです。実は2年半前から大雪山系のふもと上川町で養殖が始まっているんです。5つある生けすには大小合わせておよそ9万匹が泳いでいます。最近水産資源の減少というのが問題になっていますよね。そこで一年中安定供給できないかと始めたのが大雪サーモンの養殖なんです。試行錯誤を繰り返して去年の秋出荷が始まったばかり。手がけているのは王子サーモンロードの今井社長です。ここ上川で大雪サーモンを作られているってことですよね。そうですね。やっぱりその水がきれいな場所が一番というところと、より冷たいところの方がストレスなく育てることができると。じゃあ大雪山っていうのは結構大きいんですかね。はい、とても大きいと思いますね。やっぱり海外のサーモンに負けないぐらいの脂の乗りを目指して作ってますし、やはりあとはこの水の良さだと思うんですけれども、クリアで雑味のないすっきりとした味わいのサーモンに仕上がっているかなと思います。その大雪サーモンをつい最近回転寿司トピカルでも仕入れています。ご覧ください、このきらめく脂、まだ生産量が少ないので回転寿司で食べられるのはとっても貴重なんです。目の前には綺麗な大雪サーモンをいただきました。また脂が光り輝いてますよね。すごい厚さ。いただきます。服の色も合わせていったんですよね。そうだね、サーモンカラーで、はい、偶然でした。油の旨味がすっごいです。油も濃すぎるんじゃなくて優しい味わいなんですよね。くどくはなりすぎないっていうのがまたやっぱりこのトピカルは分厚さがすごいですね。食べ応えがあります。大雪山麓の澄んだ雪解け水、そして一年中安定した冷たい水が程よい脂と甘み、そして滑らかな舌触りを生み出します。大雪サーモンお味いかがでしたか？油のりが全然違う。人気なのでなかなか入れないです。そうですね。お絵かきですよね。参加されたという話を今ちょっとしてたんですけれど。あの時の？外れました。楽しかったということで。でも楽しい時間でした。ありがとうございます。ありがとうございます。福永さんですって。村雨さん大好きって言って。ありがとうございます。一言言いたくて村雨さん。ご夫婦でじゃあ2度目のどさんこやですね。そうですね。そうだったんですね。そうなんです。ご出演本当にありがとうございました。こちらのご夫婦は月に3回ぐらいお店に来るそうです。そして地元の方に人気なのがあら汁のお持ち帰りなんです。魚を丸ごと仕入れているからこそ出せるメニューです。味噌とたっぷりの生姜、そしてアラから出る出汁が最高の調味料です。あら汁はもう人気あります。結構お鍋いっぱいとかそういうお客様も結構いますので、はい。
あら汁が美味しいお店に外れはないという人がいるほどです。お持ち帰りはお皿で2皿分3皿分と頼んだだけお鍋に入れてくれます。本当に美味しかったです。本当に美味しかった。力入ってるんです。はい。さあ、ネトラボが発表した北海道で人気の回転寿司ランキング1位、その実力偽りなしです。口コミ1位の回転寿司トピカルですが、これからどんなお店にしていきたいですか？まだまだそこがやっぱり目指すところじゃないんで、一日一日やっぱり大事にして、もっとさらに愛されるようなお店になっていただければいいかなと思ってます。扉の向こうに驚きと話題、トピックが待っています。富良野市で愛されて30年、回転寿司トピカルでした。でもインターネットの口コミサイトっていう話だったんで、富良野って場所柄、もしかしたら道外とかね、海外のお客さんがお勧めしたのかなと思ったんですけど、取材見る限りにおいては地元の方が多かったですね。そうなんです。時期によってはスキーシーズンですと海外のお客さんもたくさんで、全員海外のお客さんという日もあるそうです。富良野はこれからの時期もいいシーズンですからね、その途中に寄るのもいいかもしれないですね。本当にネタの分厚さがすごかったので、ぜひ一度行っていただきたいお店です。なおですね、明日水曜日は定休日となっています。ご注意ください。またお魚以外にもアスパラですとか、こちら玉ねぎの軍艦などもありまして、これからも知られざる北海道の回転寿司を紹介していきたいと思います。